オールドマックスボスです。工場長の熊です。本日は国産旧車とヴィンテージハーレー2台の比較動画として、まずは指導性、はい、次は加速性能、はい、そして制動ブレーキ、はい、この3つを比較していきたいと思います。はい、ライダーは熊さんにやってもらうっていうことで乗れるかねこれでちょっと広く安全なところで検証していきたいと思いますのでお願いします。じゃあヴィンテージハーレーの方のちょっと説明をお願いします。まずはこれは80年ですね。年式80年のショベルヘッド、はい、リジッドフレームで、ブレーキはフロントディスクですね。ディスクブレーキ、はい、リアもディスクです。はい、で後ろはノーサス、フロントはテレスコの41ファイ、はい、ちょっとブレーキがはい、ディスクで効きやすいはい、旧車ですね。今日はドラムではなくということで、はい、クラッチがロッカークラッチの 4速、はい、ハンドシフト、はい、セルなしキックオンリはいーです。じゃあ始動はキックでかけていくということで、では続いて国産の方、川崎は川崎島の熊さんから説明が俺もでも詳しくないね川崎の Z1R、はい、何年77か78年初期ですね。見た通りダブルディスクだね。ダブルディスク、ほぼ車体はノーマルですよね。ノーマルです。給排気が変わってるだけで。はい、じゃあこちらの2台を使ってやっていこうということで、じゃあ早速始動の部分ですね、ここをちょっと比較していきましょう。じゃあこのような形でヴィンテージハーレーはかかりますということで、続いてじゃあ国産のバイクの方、はい、このようにあっさりした感じでオールドマックス。じゃあ今2台かけてみましたけど、これは乗りやすさで言うといかがでしょうか。乗りやすさでいやまあこっちだよね楽さセールでかかった方がライダーの熊さんとしても今楽でしたか。そうだよねまあこれは明らかな状態ということで、じゃあ次は加速の方行ってみます。では熊さんがあの位置からスタートし、ボスの待つあのパイロンまでゴールとします。ではハーレーの今タイムの方は5秒35、 5秒35。距離的には100メートルぐらいかな。100メートルぐらいあるんじゃなかろうかと。では続いて国産車行きたいと思います。ボスに合図します。では国産車の方のタイムは3秒95。さすがに早いですね。
じゃあ加速比較を今終えました。でタイムの方はハーレーの方が5秒3ぐらいで、国産の方は3秒9ぐらいということで出ましたけど、くまさんいかがでしたか？まあ加速というか、まあ、実際はねクラッチの手クラッチと足クラッチの差が結構大きいと思うけど、それでもやっぱりこうバッと回ってる感じは川崎の方がやっぱり速いのかな。早いじゃあその点、そのフットクラッチの方が出足バーッと出るのはやっぱり繊細なのは手の方が半クラがしやすいと、そうちょっと難しかったよこれちょっとジャダーも出とったしちなみにそれぞれ何キロぐらい到達してたんですかね？でもどっちもちょうど2足入って、はい、2個目のパイロンなんで、はい、何キロぐらい60キロぐらい70キロぐらいかな。体感ではそのぐらいな感じですかね。この結果で加速についてはどっちのバイクの方が乗りやすいと言えそうでしょうか？いや川崎で、ね、川崎で国産で国産ということで、じゃあ最後ブレーキを比べていきたいと思います。制動はどのようにして比較しますか？制動はここからはい50キロメートルアワーでずっと一定で走ってきて、はい、このパイロンですね。このパイロン、このパイロンでブレーキ、はい、どこまでで止まれたか、止まれるか、はいはい、そのような形でやっていきます。制動距離ですね。はい。ちょっと約20メートルだね。20メートルぐらい、じゃあパイロンから20メートルぐらいでこのぐらいで停止することができました。ちょうどこのマンホールぐらい。だいたいこの辺ですね。じゃあ続いて国産の方いきます。このマンホールがさっきだいたい目安でしたけど23メートルだね。超える結果になりましたね。じゃあちょっと感想を聞いていってみましょう。ではブレーキの比較の方を終えました。ライダーくまさんいかがですか？実際はね川崎の方が止まると思ったんだけど、はい、やっぱりちょっと慣れもあって、はい、スピードもちょっとねメーターの誤差も多分あるんで一応50キロ目安でかけたんだけど、はい、ちょっと川崎の方がちょっと伸びたねなんか単純に効かなかったというか効きが負けた要因は何かあるんですか？これはバックステップの、はい、ブレーキレバーのアームがねちょっとね、はい、短いんだよねこれね。ノーマルに比べるとノーマルよりね、ちょっと力が入りづらいというかテコが効きにくいってことですよね。ぐっと踏まないと効かないから、加減がしにくいね。でもブレーキに関して言えばやっぱり、年代相応で、多分ハーレーも川崎も、そう変わらないのかな。なんかボス見てて、マンホールまで約およそ20メーターぐらいで止まったと思うんですけど、今回ドラムブレーキじゃないハーレーを持ってきましたけど、ドラムだったらどうですか？多分聞かずに帰ってお店まで帰ってそうだね、この辺はやっぱり実は結構フロントが効くんで、あれだけどドラムブレーキのハーレーだとやっぱりリアが主体で、フロントがやっぱりそんなに精度が求められないんで、どっちも見てるとねやっぱりフロントのサスがグッと縮んで効いてる感じがやっぱりしてるけど、正しい様子っていうことです。くまさん、このドラムだったらマンホールを超えて、倍とは言わんでも、もう 1.5 倍じゃあ本当その辺まではいきそうですかね。今ちょっとパイロンはどけちゃいましたけど、およそそうだね、ここまでで10メートルぐらいはあるもんね。
50キロを40メーターぐらいかけてうん止まるみたいな感じですかね。そうだね。さっきがさっき20ぐらいって言ってたんで20ぐらい30ぐらいですか、1.5 倍だと。 30そうだね、30から40ぐらい。はい。さあでは3つの検証比較を終えまして、1つ目から国産ハーレーというような形で、勝負がつきましたけど、熊さんいかがでしたか？そうだね、最初なんだっけ、指導か、はいまあ指導もね、結局セルのバイクはバッテリーが下手ね、弱くなれば今度回らんでかけれんわけだし、まあどっちもどっちかな。はいいや加速か、加速です加速はまあやっぱりね、ハーレーがもともとそういうスポーツ性はあんまりないんで、はい車重も含めて、はいまあ、こういう結果でーまあブレーキだけはまあほぼ一緒か、はいぐらいで、結局は好みでまあどっちがいいってことはないけどね、あーやっぱり国産旧車の好きな人はもちろん国産旧車だし、ハーレーが好きな人は本当にハーレーでそうボスいかがですか？総評ですか？そうですね、比較なんで、まあ、せっかくなんで見てる視聴者さんにどっち買ったらいいか。まあじゃあ熊さんに質問です。無条件でどちらもらいますか？もらうならこっちということです。わかりました。じゃあ締めてください。いいのかなあ、ね、大丈夫ですこの動画が面白かったらいいねと何登録だっけ？チャチャンネル登登録を録をお願いします。はい。オールドマックス。